どうもこんにちは、魚と音楽ケースチャンネルです。こうしくんからお魚情報をお届けします。で、本日なんですけど、ちょっと周りを見ていただいて、何かがいつもと違うの分かりますか？真っ暗。はい。今回なんですけど、またね、釣り人の方がね、あるお魚を届けてくれたので、こんな時間に撮影しているのですが、本日のお魚がこちらです。2匹いて、わあ。君ね、乗らないのよ。大きすぎてまた。上が 1.5、下が 1.4 です。はい。薄葉ハギ。カワハギの一種だね。カワハギの一種です。はい。なので、当たり前のごとくここですね。ある美味しいものが詰まっています。肝が詰まってんやね。正解です。ああ、前回肝美味しく食べたもんね。正解です。はい。なので、今回もこのお宝ですね。はい。あえて私はお宝と呼んでます。肝じゃなく。このお宝を、今回は2匹分取って使いたいと思います。すごい贅沢やね。こんなの手に入らないよね。そうですね。魚屋さんで薄葉ハギって。まずないね。なんで？要は狙わない魚。うん。で、間違って釣れちゃう魚ですね。はいはいはい。簡単に言えば。なんで不人気なの？まあ、身がね、ちょっと水っぽいんですね。それがあると思う。はい。あんまり美味しくないというイメージでみんな求めないのね。ですね。で、下道と言われちゃう。かわいそうなお魚。下道と、はい、言われてるかわいそうな魚になります。はい。K さんはけど、下道って言っても薄葉ハギ大好きなんだよね。そうですね。なんで？肝が美味しいしね、なんかね、パーツすると身がちゃんと締まる気がするんだよね。おー。うん。美味しい。うん。でね、血が少ないからさばきやすい。ああ、なるほどね。で、見かけも好きなのかな？見かけはまあまあ。別にそんなにとりわけ好きなわけじゃない。別に好きでも嫌いでも。ですけど、食べるのは大好き。おお、いいね。私、おろすのもまあまあ得意。はい。そっか、カワハギは皮を剥ぐから、そうなんです。鱗を取んなくていいんだ。そうなんです。Kさんの一番苦手な鱗取りがない。今回のセットがこれだけになります。ああ、だからさばくの得意なんだね。そうです。なるほど、楽しみだ。だから今日は機器としておお、やったやった。というのも鱗取りがないので、これなら喜んでさばいてあげる。はい。包丁でやったらここはね、包丁が入んないんだよね。ハサミの方がいいのかね。いや、ハサミでやるとちょっとあれかな。きた。やったやった、素晴らしい。そう、ここだけ。すごい、綱引きみたいなちっちゃい。やってんで、いやー、引きちぎり、そういう風にするもんなの？そうなんですよ。ほんと。皮はこうやってね。うわー、なんか激しいね。いや、すごっ。ここまで来ればもうこっちの分だ。はい。すごい肝でしょ。すごい。これでこっちから取れたやつ。アニサキスないの？これはいないです。大丈夫。よかったよかった。うわー、すごっ。ここから見てこうやってやっていきますけど。うわー、ちょっとエプロンにくっつけないで。ね。これがね、硬いんだよ、意外とね。硬そう、いかにも。何それ、どうしたの？強くやりすぎて、あんなガンガンやってればね、どうしよう。それできないよね。困ったね。っていう時のハサミです。ほんとハサミでいけるか？お、すごい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 。おお、すごい。うまいうまい。ここがね、突っかかっちゃうんだ。それが残念なの。しかしうまいよ、上手。中が銀色で綺麗だね。おお、綺麗にできたね。で、皮がじゃーん。ちいうか、むちゃくちゃ上手にできたやん。すごいじゃん。すごいね。で自分で言うな。このまさかの。本当にすごいよね。これね、誰のせいか知ってます。私じゃありません。
魚。自分どう考えても自分のせいやろ。石垣のせいです。頭の骨が硬すぎてね、落ちなかった。まさかの包丁を曲がらせるというね。こういう風に握りになりました。素敵です。上手にあんまり見ない色ですよね。本当にね、上手にさばけたよね。じゃあこのうまみがないと噂のはい。薄葉に味見したいと思います。何なんだろうね。え？うまみって感じでは全然ないね。うまみじゃないけど、なんて言ったらいいんだろうね。油もないんだよね。なんだろうね。なんかこんにゃくの薄漬け。ちょっとそれさ、聞くとあんまり美味しくなさそうなんだけど、どうですか？まあ寿司屋では出回んないかなって感じ。ああ、やっぱりそうなんだね。なるほど。僕ももし寿司屋さんをやってても出せって言われて出さないよねっていう感じの白身ではあるけど、でもまあちょっと洗いすぎてうまみを取り除きすぎたカワハギですって言われたら、ああまあそうですねになるかな。それ微妙。オッケー。多分昆布締めとかにしたらね美味しくなると思う。あ、そうだね。オッケー。これね忘れちゃダメなのがね。あ、それね。あえて食べる？はい。先ほど出したものです。肝。大量。はい。これが正解だわ。肝、やっぱりつけないと味が全然なくって、肝で、食べやすくするの正解だね。食べやすく。なるほど。オッケー、面白いです。なんていうの、やっぱり肝自体に旨味があるから、肝は入んないとやっぱり絶対ダメだわ。なるほど。肝なしはまずありえない、カワハギは。で、次はこれ。すごい肝和えですね。正解です。すごい。これをちょっと食べたいと思います。すごいね、グリーンパーチしたら水っぽさ消えた。そうだね、全然水っぽくない。全然水っぽくない。もう口に入れた瞬間旨味が広がるね。肝なしと肝ありじゃ全然違う。もう肝なしは単に口の中に溶けていくだけで終わりなのに、肝を入れた瞬間もうパーッと広がるね。素敵。好きだわ。ああ、よかった。肝あえ最高。じゃあこの後は天ぷらが来るので、それを楽しみに待ちたいと思います。そうしましたら、この幸せな肝あえから一瞬遠のきまして、こっちに。天ぷらはやっぱ油が少ないの、油を補ってすごく美味しいね。本当にね、天ぷらにしたら全然違うね。こうやってね、揚げたらね、肝なしでもね、旨味がちゃんと通りますね。旨味っていうか、全然美味しいよね。全然。いや、すごい美味しいわ。この天ぷら。よかった。淡白ですけどね、でも、あれ、天ぷらにしたらとても美味しいです。こういう風にまたなりました。昆布締め。綺麗です。そこにかけ、小皿。結構今回は分厚い気がするんだ。美味しい。美味しい？1日パーチしたんで、だいぶやっぱり食感とか違います。水っぽさが消えて。味わいが増したんじゃない？昆布で。そうですね。そうでもない？
うんまあ昆布って感じかも。ああ、そんなにすごく美味しいとかでもない？いや昆布の味してすごい美味しいよ。あ、そう。うん南蛮漬け良さそうじゃん。うん揚げて揚げてこの野菜と一緒にしてお酢のね、はい。結構ね揚げたりするとふわふわな食感に。うん、昨日も天ぷら最高でした。はい。うん熱々も美味しいけど冷えたのもとても美味しいです。あ、そっかそっか、南蛮漬けっていうのは冷やすからね。いいね。酸味とよくあっちゅう。好きですね。よかったよかった。けど今回はなんだかんだ言ってあれが一番好きだったかも、昆布締めが。おお、昆布締めさっきの？そうなんだ。そんなにすごい感激の声って感じでもなかったけど。昆布の味が染み込んでよかった。よかった。昨日の夜の天ぷらよりも昆布締めが良かった。昨日のそうね。そうなんだ。よかったよかった。美味しかったです。じゃあ最後の締めを。じゃあまだ来るの。何ですかこれは。薄皮の指ピール。すごい白いね。薄皮なんですよ。皮はグレーっぽい感じなんです。あ、そっか、皮は鱗ついてるからその中の皮。そうああ、いい柚子の香り。いや美味しいわ。柚子とおろしポン酢かな。とても美味しいです。はい、よかった。旨味のねあんまりない魚だと聞いてたんでどうなのかななんて1回目も今回も思ってたんですけど、肝とか加えたらねすごい美味しく食べれたので、またできたらいいなと思ってます。はい。